都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。音羽はまだバイト始めたばかりだからゲームしながら生活するの大変だよね。いや、マスターからちゃんとバイト代いただいてるんで、生活できてますよ。音羽まだまだだね。あれ、僕が若い頃はもう全部つぎ込んで食費までつぎ込んでゲーセンで修行してたんで。そうそう、飲まず食わずでゲームするからゲームも上手くなるしダイエットにもなるしで一石二鳥なんだよね。でもここでやるときはちゃんと注文してくださいね。いやマスターいつもごめん。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。おお、ストリートファイターの第一線で活躍し続けるお二人じゃないですか。本日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。一人目のお客様はラシード使いとして有名なガチくん選手。公式世界大会カプコンカップ2018で優勝するなど世界で活躍を続けるトッププレイヤーです。2人目のお客様は今年から専業プロゲーマーとなったネモ選手。ハイレベルな戦術で相手を圧倒する試合運びを持ち味に長きにわたり第一線で活躍し続けるプロゲーマーです。まずはお二人の出会いについてなんですけれども、覚えてますか？まあ若干覚えてます。若干これね、結構2人の意見が食い違ってんの僕大好きなんですよ。一番最初に多分ネモさんと会ったのはウルフォーの多分最後のトパちゃんの入れ替え戦で初めて会った気がするんですよ。どれぐらい前ですか？6、7年前ぐらいですね。そうですよね。多分そんぐらい7に。その次にスト5になって平和島でネモさんに会ってラーメンをおごってもらったのを覚えてます。会ってすぐ仲良くなったとかそういうわけではないんですね。はないですね。僕がもうその時も広島住んだったんで。あ、そうか。はい。まだこっちに上京してなかったんで。その前に一回見たことがあったんですよ。でビッグボックスって言われている高田馬場のゲームセンターがスト4ですごい流行ってたんですね。でそこに遠征しに来てた子っていうのはすごい覚えてます。その時はあんまり喋ってなかったんですけど、やっぱり上京してくるようになってからはそこからすごい仲良くなったっていう感じですね。ね、さっきラーメンおごったとありましたけど、全くラーメンおごった覚えはないです。違う。でも結構その遠征してきた人たちにおごってたりするんで、もしかしたらあったかもしれない。あったかもしれない。すごい俺はいい思い出としてその時のことちょっと思い出してください。なんか確かにってなるかもしれないし。俺がこうお金色でしたら「いやいいよ」っつって。うわ、かっこいい、かっこいいやつ。普通ゲーマーはね、もう1000円入れてよとか言い出すもんね。さすがにそれはないですね。ネモ選手は今年から専業プロゲーマーとして活動されておりますけれども、こうなんでしょう、生活に変化ってありましたか？あったでしょう、これは。いやもうすごい変化ですよ。毎日が日曜日っていう感じですね。すげえ使い古された言葉だぞこれ。ストレートだな。兼業プロをずっと続けていたので、平日は仕事で土日にプロとして活動するっていう。どれぐらいの期間そのスタイルで行ってたんでしょう？4年ぐらいか。4年ぐらいは兼業だったんですけど、その前から言ってもその趣味としてずっとゲームを続けていて、でそれが兼業プロとしてやって、で今専業プロっていう感じなんですけど、やっぱ自分が休みの日にやってたことを毎日やるようになったので、楽しくて仕方ないんですよ。俺本当にこの生活でお金もらっていいのかなって思ってた時期がやっぱ最初ありました。不安になっちゃう、逆に。そしてガチくん選手、最近地元広島のつけ麺をお取り寄せして楽しんだそうということなんですけど、これどういうことですか？一つの楽しみにしてますね。この間も熊本の馬刺しとバレーバーとかも冷凍で頼んで、それこそ広島のつけ麺とか、あとはお好み焼き、あとは甘いもんとか、ああいうのを頼んで、嫁と楽しむ。普段の練習の合間、それの癒しがお取り寄せだということですね。そうですね。あと娘の成長をね、ちゃんとこう外に出れるので常に近くでこう見れるんで、そういうのを楽しむぐらいで。でも佐古さんとかね、こう育児とそのプロゲーマーの相性は結構悪くないんじゃないとかって見てて思いますからね。ほんまに嫁に感謝っすよね。かなりね労力をかけさせとんで嫁に。
ちょっとちゃんと対策せんとまずいなって思い対ます。策って言わないよね。対策って言わないよね。奥さん高校だよねそれ。熱戦大将戦線お二人は10月に開幕したストリートファイターリーグプロ JP2021 に出場。ガチ君選手はグッド8スクワット、ネモ選手は最終カンソル熊本からそれぞれチームリーダーとして参加。そんなお二人に大会についていろいろと伺います。チームの雰囲気、メンバーの特徴などいかがでしょうか。コンセプトは中堅若手のチームなんですけど、すごいその職人肌の強い選手ばっかなんで、リーダーとして自信を持ってこのチームは優勝できるなって言えるチームメンバーですね。下馬評も本当に高いんですよ、グッド8スカットは。そしてじゃあネモ選手にも聞いていきましょう。初めて参戦する選手がいるので、まずそこをなんかいいプレーを引き出すためにはどうすればいいんだろうっていうのを考えてやってたりもしますね。なるほど。使ってるキャラクターもあって爆発力のあるチームで、結構そのトリガーでなんとか逆転するみたいな、やっぱ試合としては盛り上がるんじゃないかなとは思ってますね。盛り上げてますよね。錦さん、柳井君を運用してそれが刺さってる試合とかやっぱコメントとかでもわーってなってましたからね。チームとして取り組んでいることとかということなんですけれども、気使わずに思ったことを全部言う。言えてます？言えてます。一応僕プゲラが僕の1個上で、僕が今年29で、あとは吉パ川野っていう順なんですけど、割と僕が上なんで言えるんですよ。だけど川野とか吉パはやっぱり年下なんで言いづらいとは思うんですけど、そこはもうバンバン言ってくれっていうのとこは言うし、チームの裏方さんとかともすごいこう作戦を練ったりっていうのは緻密にやってますね。ネモさんいかがですか？まず自分とシュートが同じキャラ使ってるんですよ。ユリアンとか。そう、ユリアン使ってて、チーム数って今回8チームあるので、担当キャラを分けて、このチームには自分が大将行く、このチームにはシュートが大将行くみたいな分担分けすることによって結構キャラ対策の質を上げる。で、錦選手は仕事をしているので、仕事何時に終わるのとかで、仕事の融通聞くのとか、そういうことを錦には言ってるんですよ。やっぱ仕事しながらストリートファイターリーグに出るってなると、結構ギリギリまで仕事しちゃっていきなりリーグに参戦する。でそうすると温まってない状態でどうしても試合に挑むことも多いので、そうなってしまうと自分のいい動きができなくて余計後悔が残るんですよ。もう早めに帰らせてもらうとか、なんかそういった工夫をとにかくもう自分で社内で調整してみてっていう。それやっぱネモさんが社会経験があるからこそ、社会人経験があるからこそのアドバイスになってるんじゃないですか？他のリーダーでできそうにないですね。ないよね。負けると絶対後悔しか残んないんで。そうですね。そうだったら後悔がないようにもう全部言うっていう感じですね。1年を通して世界19地域で年間チャンピオンを目指し、熱戦が繰り広げられているカプコンプロツアー2021。9月に開催された日本大会2ではお二人はともに9位タイという結果でした。樋口沙子さんの試合はもうみんなが多分口を揃えて言うぐらい印象残ったなっていうので、自分の試合じゃなくてもあれは印象に残る試合、あれはそうですね、組み合わせ的に沙子さんが勝ちそうな感じだったんですよ。で多分沙子さんもガイル戦得意だったし、娘と風呂入って上がったら嫁が「樋口くんすごいよ!」とか言って興奮しとったんで「マジか!」って見たら、もうなんかすごい内容で沙子さんを圧倒しとって、選択肢に迷いがないプレーをほんまにこの土壇場でできるのがすげえなっていうのは、マジで印象に残りました。自分は竹内ジョンに負けて、前まで竹内ジョンって自分が一緒のチームでお世話にしてたんで、やっぱりそこですごい強くなったなっていうのを感じました。あの試合は俺かなりエモかったんですよね。やっぱりそうずっとこうネモ選手がそのジョン君の面倒を見て、でむしろそのストリートファイターリーグ取らないことで1年練習しろみたいな話もその前の年にあった中で、その力を見せたっていう点では自分は結構来るものがありましたね。ストリートファイターリーグのルール上、複数キャラ持ってた方が絶対採用されるし有利だっていうのもあったので、やっぱりジョンにラシードだけじゃなくて、他のキャラもう1キャラメインに出せるぐらい強くならないとダメだよっていうのは言ってたんですよ。そしたらコーディをすごい仕上げてきて、でコーディですごい活躍したんで、やっぱりなんかすごい
成長を感じられてよかったなって思いました。らしいよりもコーディ見る機会の方が増えましたもんね。そうですよね。そんな話聞いていきたいんですけれども、そろそろ対戦の方もやっていきたくなりました。ガチ君選手、ネモ選手、お願いできますか。はい、やりましょう。こちらこそお願いします。はい。エキシビションマッチ三つどもえ戦、まずは歌広場とガチ君選手の対戦です。ハメ順でプロの方が戦って、でやっぱ勝てないからちょっとへこむ時あったんですけど、それね友達にアドバイスしたらすっごいいいことを教えてもらったんですよ。下を向いて生きていけって言われたんですよ。下を向いて生きていくと負けても辛くないぞって言われて、今日は下を向いて生きていこうと思います。勝ちましょうよ。あ、そうだった下向いとるやつに負けんすよね、絶対。うわ絶対負けん。その通りいやでもね、歌いのさん僕結構この番組でも他のところでもやるんですけど、まだ負けてないんで多分今日も負けんと思います。V システムはやはりここ最近剣の流行り22流線脚と新龍剣ですね。剣としてはやはり画面端のラッシュ、これが非常に強力。しかしラシードもワールウィンドショットなどを使ったラッシュが非常に強力です。上から裏に出ている。まずはガチ君が立ちコーキックで暴れていくからしっかりと反撃。画面足どうする歌広場。ジャンプ波動拳に対して確定。ゲージもありますので残りません。早いんだよ。キャンセル波動拳を打ったところジャンプでしっかり捉えたのはガチ君。ラシードはジャンプ攻撃が非常に強いので、ああいった感じで飛び道具に確定を取るというのも得意としている。うわー、球を抜けてきたぞ。アサルトネイル V シフト上入れ替わっている。空中ヒット。ここまでガチ君盤石です。歌広はどうする。踏み込み投げ、まずは一つ。中間距離フルゲージのガチ君、ここは使わずに次でと。歌広場順ゲージはあります。 V トリガーを使うことはできる。おお、いいぞ。遅らせたかも中盤地優先昇竜烈波、さらに投げていきます。発動で返していくのはガチ君。投げ抜く誘い、しっかりとその隙を捉えて中足イーグルスパイクからのアルタイルで倒しきりました。勝者ガチ君。はい、よしよしよし。う大野さん毎回やっぱり動きをすごい変えてきてくるんで、やる方としてはすごい楽しいんですよ。で今日なんかもすごい下を向いてプレーされとったと思うんですけどムカつくなこいつはい、でもすごいいいプレッシャーをかけられました。焦らないようにしてても一回崩れると焦っちゃいますね。でなんか知んないけど変なボタン押しちゃったし、もっと下向かなきゃダメですねちゃんと自分の手元見なきゃダメですね。そこからもうまたやり直したいと思います。三つどもえ戦第2試合は歌広場がネモ選手に挑みます。ネモさんはもう毎回ボコボコにされてますからね。だからもっと下を向いてちゃんともうこう画面見ないぐらいの勢いで手元を見てもうコマンドミスをしないように、そこから気をつけていきたいと思います。勝って土下座をさせるぐらい下を向かせようと思います。向くじゃなくないそれも下を向かせるぞとすごい圧を発していましたが、まずはタッチシューキックからのターゲットコンボ、先手を取ったのは歌広潤です。しかし手足の長さはユリアン。そこに剣としては、上からの攻め一つポイントですね。またその集計ターゲット EX 竜巻、画面足へ押し込んでいく。これはしっかりと反撃を決めたのはネモ。そして投げで位置を入れ替えていきます。歌広場の V ゲージはたまった。タックル、画面足押し込んでいく。しっかりカウンターヒットつないでいきます。細かいとこうまいですね。残っているが歌広場としてはこの侵入剣をうまく使いたいところ。中足波動侵入剣、ゲージはありません。下向いてなかったね今。下を向いていれば下を向いていれば駒の必要はなかったのに、エイジスからのコンボで決めきったのはネモ。いやワンミスがやっぱ命取りになりますからね。ですね。今一つ後半20のロスとなるかのようなコンボは決まったんですけれども、今は決まりきれなかった。ここは EX 昇竜拳優先脚 I1。ただネモフルゲージEX ゲージ3本溜まっています。かなり危険な状況。上位置を入れ替える歌広場順うまく画面足から脱出。新竜拳をどう使うか。それともここはヒットから EX 竜巻画面足
一気に歌広場陣のチャンスになるかと思いきや、しっかりとでも打撃で押し返していきます。音羽さんもあれですね、歌広さんの強いところ見たいですもんね。土下座見たくないですよね。いや、落として投げているのは歌広場陣。伊藤車一応入れ替えた。双方 V トリガーがあります。タックル、肩で当たりにいった。勝者ネモ。画面越しの取り合いではちゃんといい戦いでしたが、いや、いい光景が見れてよかったです。モニター越しに広がる。いやー、下見ても悔しいもん悔しいっすね。勝ち点だけどこいつらプロなんだよね。以上です。お疲れ様でした。はい、最後はストリートファイターリーグリーダー同士の対戦。ガチくん選手 VS ネモ選手。もうキャラクター画面オロが出とんで、やばいっすねこれ。いや、まあでも俺かなりオロ戦やってきとんで、ちょっとこれ楽しみです。対ガチくん用にオロを仕上げたんで、まあそれを見せれたらいいなって感じです。はい、そしてこのネモが対ガチ君対ラシードに仕上げてきた最終兵器オロがどう発揮されるのか。オロはため技を持ったキャラクター。ここは V スキルに対して反撃を決めたのはまずはガチ君。そしてオロの一つ得意技飛び道具の日輪章ですが、ガチ君しっかりと V スキルのアサルトネイルで抜けてきました。一気に苦しい状況に追い詰められたのはネモです。対空、ここで V トリガーがこうたまりましたね。オロの V トリ非常に強力ですが、いやー差し返して、あっという間何も起きなかった。まずは1ラウンド。オロはリーチが短いってことなんですか、これって。ある程度リーチはあるんですが、この遠距離の飛び道具に対してガチ君がやはりこのアサルトネイル V スキルによる対策をこうしっかりね講じてきているのが一つポイントでしょう。オロとしてはこの飛び道具を生かして戦いたいところですが、それは許されない。上から当たっている。三角飛び、裏にいるがしっかりとガードを固めたのはネモ。そしてこの前中パンチからの連ね毛足、足の進めがどれぐらい強いのか。ダッシュ、しかしここはEX 無敵技。画面やしゃがみ中パンチ非常にリーチ長いですね。これを使って、嫌がらせをしていく対空しゃがみ強パンチ。これはオロのペースか。投げて画面足維持。ただガチ君フルゲージですよ。クラッシュカウンター。どんだけいく。アブーム届くか。イーグルスパイクからのアルタイル。さあどうだ。残りません。いった。三つどもえ戦優勝ガチ君。結構立ち回りで振るオロの技しゃがみ中パンってリーチが長くて結構ラシードが困るんですけど、それに対して差し返しを結構狙えるっていうのが対策手の中で見つかって、それを意識しとけばオロに攻めさせる。オロってやっぱためキャラだったりするんで、でヒット確認もできるんですけど、でも自分から攻めてくるとラシードがそのやりやすい立ち回りが取れるんで、そういうのを意識してやってました。まあ言った通り前取りで自分が結構待たなきゃいけないにもかかわらず、ガチ君に待たれてしまったなっていう印象でしたね。そこでやっぱ技がスカって、そこのスカったところに差し返しをきちんとされてしまったっていう感じでしたね。まあ次当たる時はもうちょっと対策をして挑みたいなと思います。はい。初心者オトハスが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン。今回の格ゲーレッスンはガチくん先生に教えていただきます。今回オトハス、ついにですねアケコンをこう完成させたんですよね。はい、そうなんです。見てください。はい、戦国伝承さんの方にまた行きまして、レバーボールとボタンをですねこうご機嫌な色に、ピンクにしました。可愛い。非常に可愛らしいアケコン完成しました。ということでこれで練習していきます。はい、お願いします。お願いします。ラシードを選んだオトハス、まずは CPU レベル4の剣と対戦して課題を見つけていくことに。置き攻めで勝利打っていくこの剣分かってるね。いや全然なんか受け身をちゃんと取れとるのは、いやなんか偉いですよね。一番すごいと思うのがちょっとした状況でちゃんとガードしてることなんですよね。これ投げで入れ替えられてるのはすごい。ガードしづらいはず。そう色気を見せていく。技使いますね。怖い。はい足。
しゃがみ台パンチ、それ強い技これです。鳥が打てたら100点あげちゃうな。大パンチと大キックを同時するとあ出た。出る。あ、しかもあコンボしたコンボした。すごい。あ、これもまた今下なめずりしてます。おお。選んだのは大足でした。おお、すごいよ。これオトハスいいっすね。本当ですか？オトハスいいっすね。実はコンボを練習して今日来たのに、自分の決めたかったコンボはちょっと焦って決まらなくて、ハイレベルですね。いきなりコンボ練習がとか言って今の内容じゃないもんね。もう飛び越えてそう反省したというかね。初回なのこれ。それすごいすごいすごい。今ってやってこようとしたコンボがあるわけですよね、はい、だけどそれを出せるようにするだけでいいなっていうふうに思います。あとは他のことはなんか基本できてるし、その必殺技も出せとるし、これはセンス丸です。センス丸で、すごい。ちょっとじゃあ練習してるコンボっていうのを見せてもらえると、確かにそれもろもろ踏まえた上でガチ君さんから1個アドバイスいただければな。はい、わかりました。さあじゃあ見ていきましょあ、できた。繋がんなかった。でもね、いやいいいいジャンプ中キック、立ち中パンチ、そうこのしゃがみ中キックから EX の必殺技、これって繋がらんのんですよ、なんですけど、ここをしゃがみ中キックじゃなくてしゃがみ中パンチ、う。同じボタンですね。あ、違う、これだ。そっからだと繋がるんですよ。いいですよ、深呼吸して深呼吸してジャンプ中キジャンプック、中キック。惜しい。なかなかガチ君先生に教わった通りにできないオトハス。距離が近くないとこのしゃがみ中パンチが立ち中パンチからつながらんのんで、ド密着ぐらいからオートハス立ち中パンチからしゃがみ中パンチが当たる間合いを覚えよう。はい、これなら絶対できるよね。できるよね。立ち中パンチからしゃがみ中パンチの当たる間合いをしっかり覚えます。すると不思議なもので、新しいことを覚えると1個前の記憶がところてんのように抜けてしまうんですね。ナイス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 。そうで、ラシードはすごい幅の広いキャラクターなんで、こういう1個のコンボを覚えた時にすごい勝率も上がると思うんで、ここの精度を上げてってもらいたいなっていうのと、吸収力がすごい速いなっていうのを1個思いました。ということで、本日も閉店のお時間となりました。はい。お二人が対戦する姿を見て、自分の想像を超えている戦いをしていて、私ももっと頑張りたいなと思いましたし、お二人の仲良しな感じも見られて、私もストリートファイターリーグを一視聴者としてこれからちゃんと見て応援したいなと思いました。こうやって接したプレイヤーの活躍とか、これから見守っていきたいなと思ったし、それで僕もモチベーション上げて、もっとストリートファイターやんなきゃなって、逃げちゃダメだなと、下向いてちゃダメだなと思いましたね。見ていきましょう。オトハスさんの今後の伸びしろにすごい期待して、やっぱりね、僕もラシード使っとんで、同じラシード使いとして、応援したいなというふうに思います。やっぱこういう久々にオフラインで会って、でガチ君ともなんか久々に会って、で昔の話だったりとか、そういった話で盛り上がってすごい楽しかったです。ということで、今夜の格ゲー喫茶ハメジュンはお客様ガチ君選手とネモ選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回は鉄拳セブンを特集。ゲン選手&ノビ選手がご来店。お楽しみに。